車内販売で伺ったんですが、今お時間よろしかったですか？ありがとうございます。それではいくつか商品を紹介させていただきたいと思います。お飲み物は無料で提供しているんですが、2種類ございまして、1つ目がお水、そしてもう1つがレモンティーでございます。私のおすすめとしてはレモンティーなんですけど、どちらにされますか？お水の方でわかりました。このお水も富士山の麓で採れたお水なので、もう普通のお水より全然美味しいですよ。ではこちらよろしかったら飲んでください。では続いて商品の紹介なんですけど、まず1つ目がこちらのミストになります。こちら安眠効果がありまして、すっごくいい匂いするんですよ。ちょっと嗅いでみてほしいです。どうですか？こっちまでいい匂いがしますこれミストって言ってもピローミストなので、枕とか布団とかにかけていただくとより安眠効果感じられると思います。で、2つ目の商品がですね、こちらの化粧水と乳液になります。ちょっとテクスチャー確認してみますか。こんな感じで、この化粧水使い続けると肌が20年若返るらしいですよ本当ですよ。今私何歳に見えます？さすがに20歳若く見られないかでも本当に効果があります。こちらの乳液もですね、ちょっとぜひ確認してみてください。乾燥って結構冬だけ気にする方も多いんですけど、夏もエアコンとかずっと使うじゃないですか。エアコンって結構乾燥するんですよ。だからこういう時期こそやっぱ乾燥しないように保湿結構大事だなって思います。ぜひこちらも検討してみてください。そして最後にですね、最近導入した新しいサービスのご案内をさせていただければなと思うんですけど、それがですね、耳かきサービスでして、電車って眠たくなる人が多いんですけど、どうしてもやっぱり眠りが浅くなってしまうっていう人も結構いるんですよ。なのでそういう声を聞いて導入した新しいサービスになります。こちらは無料ですので、よかったら試してみませんか？よかったです。では早速始めさせていただきたいと思います。ではまずこちらから綿棒失礼いたします。痛くないですか？電車って揺れるんですけど、この揺れでも安定した耳かきを提供できる人だけがこの夜間の車内販売サービスを行っているので安心してください。
もうどんな揺れでも大丈夫です。この瞬間腕は鋼のように硬くしてあるので、はい。お客様どちらまで行かれるんですか？あ、じゃあそこだと終点までですね。そちらが地元なんですね。あそこって食べ物有名ですよね。あれです。そう、それ。いや、私ももちろん終点まで行くので、勤務終わりにちょっと食べようかなって思ってます。美味しいですよね、あれ。地元ってことはご実家にも帰られるんですか？いいですね。私地元結構田舎の方なんですけど、地元特有の匂いってないですか？地元特有の匂いっていうか、田舎特有の匂いなのかもしれないですけど、よくあるのは草を刈った後の草の匂いとか、わかります？あれにおうと、すごい懐かしいって感じます。あとは土に混ぜる肥料の独特の匂いとか、あとはお隣さんのシャンプーの匂いとかこれ田舎関係ないかな。よく私地元帰ると散歩するんですけど、散歩帰りの時だいたいお隣さんがお風呂に入ってるのかめっちゃいい匂いするんですよ、道が変な人じゃないですよ。本当に道歩いてるだけでいい匂い漂ってるんで。そういう匂い嗅ぐと私は地元に帰ったなって感じてます。ちょっと意識してその駅降りるときちょっと地元の匂いを感じてみてください。多分何かしらあるはずなんで。じゃあ反対もしていきますね。ちょっと眠たくなってきました。電車に乗るとよく寝てる人っていると思うんですけど、どうして眠たくなっちゃうか知ってますか？電車ってこう揺れてるじゃないですか。その揺れっていうのがお母さんのお腹の中にいた時の
の車内で聞く音っていうのもお腹の中で聞く音の感じに似てる。だからもう必然的にそういう安心感を感じるというか、それで眠たくなっちゃうらしいんですよ。だからこう考えると、電車乗った時にいろんな人がこう寝てるって全然不思議なことじゃないんですよね。でもこうやってみんな寝てるのにちゃんと自分の降車駅で起きる人多いですよね。あれはもう特殊能力ですよ。私はあんまり電車とかじゃ、寝れないというか、そういう外じゃ寝れないし、寝過ごすのが怖いっていうのもあって寝たりしないんですけど、だからこそちょっとどういう感覚で起きてるのか聞いてみたいですね。本当に、深い眠りに落ちててもパッとタイマーが鳴ったかのように起きられるのか、寝てるふりというか、目をつぶってるだけで本当はちゃんと音とか聞こえてるから起きれてるというか降りれてるだけなのか、ぜひちょっとね教えていただきたいですね、その特殊能力持ちの方たちに。じゃあ次は耳かきで深いところまでゆっくりしていきたいと思います。私が一方的に話したりしてるんですけど、全然無理に返事しなくていいので、はい、その声を聞いた方が眠たくなるっていう方もいらっしゃるので、話しかけてるというか勝手に話してるだけなので、そういえばさっき一つ駅通過したんですけど、あそこの駅のところってこの時期結構ホタルが出るんですよ。私もお客様に教えてもらってわざわざ行ったんですけど、お休みの日に本当に綺麗で、その駅の前近くに川が流れてるんですけど、その川辺のところにたくさんホタルがいて、星空が地上に降ってきたみたいに本当に綺麗でした。その代わりに全身蚊に刺
タルもいるんですけど、いろんな虫もいて、夏だから半袖短パンで行っちゃって、もうそんな格好で行ったら蚊にとっても刺し放題ですよね。こっちももう何にもしないで行ったから、どこでも刺してくださいみたいな。ほんとね、おすすめなんですけど、虫除け対策は必須ですね。ホタル見ると私思い出すことがあるんですけど、初めてホタル見たのが幼稚園生とか小学校1年生ぐらいの時で、今でもその時のこと思い出すんですけど、父親がホタル見に行こうって言って、夜にその近くの田んぼのところにホタルが出てるからって言って連れて行ってくれたんですよ。その時の私はそのホタルっていうのがどういうのかあんまり分かってないから、ホタルか見に行くかって感じで一緒に行ったんですけど、でも本当にその時に見た景色もう忘れられないですね。数としては数匹しかいなかったんですけど、その光る感じとかが本当に幻想的で、今でも忘れられないです。今しか見れないので、ホタルはぜひ行ってみてください。そのホタルよく出るところ、もちろん虫刺され対策ちゃんとして、はい。じゃあ最後ちょっとこっちもしていきますね。寝台列車ってかなり減っちゃったんですけど、私が結構走ってたんですよ。その減った理由の一つが、新幹線とか夜行バスとかが、充実したからっていう風に聞いてて、寝台列車って移動手段の一つでもあるんですけど、それよりもゆっくり流れ過ごしてサービス受けたりするっていうのを楽しむために乗るものだと思うんですよ。今って結構効率重視する人って増えてるじゃないですか。それこそ最近だとタイムパフォーマンスとか意識する人が増えてて、私も結構効率重視する方なのでわからなくはないんですけど、そういう車内でっていうか非効率的な時間過ごすのも結構魅力的な時間だなって思うので、ちょっと寝台列車が減ってるのは残念ですね。すいません、ちょっと重たい話しちゃって。なのでね、お客様をぜひこれからも利用してください。
以上で終了になります。この度はご利用ありがとうございました。このまま目的地に到着するまでゆっくり過ごしていかれてください。ではまたのご利用をお待ちしております。失礼いたします。